もうすぐ日本はお正月なんですうけど、ん。ね、2022年になります。お正月っていうと、例えば神社に行ってお参りをしたり、おせち料理っていう、まあ、お正月の時に食べるものを食べたり、あとはお年玉。お年玉わかりますか？いや、なんですか、それは。あ、お年玉っていうのはお金のプレゼントです。ああ、うん。紙の袋に入って、そうそうそう入そう。ってるんですか？うん。そうですね。大人が子供にあげまあす。例えあ、ば、親が子供にとか、うん。まあ、大人が親戚の子供にあげるとか。うん、すいません、もう一回、なんて言うんですか、それは。お年玉。お年玉。あ、はい。はい。シンガポールもそういううん。習慣があるんですね。あ、それは、もしかして、1月か2月ぐらいに赤色のはい。封筒に はい。入れ、はい。はい。はい。うーケンん。さんは台湾に住んでいて、はい。詳しく詳しいですね。あ、ちょはい、っよく知ってとね。ます。はい。で、まあ日本はね、そんな感じなんですけど、シンガポールは他に何かありますか？あの、はい。うん、実は、1月1日のお正月は、シンガポール人にとってはそんなうん、に大切な日じゃなくて、2月のLunar New Year、それの方がうん、大切なんですね。ああ、はい。ねえ、うん、シンガポールは、人種いろんな人種がうん、あるので、私は中華系うん、なので、中華系の習慣とか伝統的なことはちょっと違います。うん、うね、ん。あ、なるお正ほど。月は2月くらいですね。あのよく、えっと、まあ、伝統的なことはたくさんあるんですけど、よくはい、家族の家に、親戚な親戚の家に行って、はい。みかんを持ってって渡すこと。みかん。はい、みかん。あの、2つも、果物ですか？みかん。はいはい、果物。おお、あ、へえ、それを、はい、親戚にあうん。げること。それも伝統的なことなんですね。ああ、そうなんですはい。か。うん。ええ、意味はあんまうん、りわからないんですけど、多分縁起がうーん、ういいん。縁起を渡す意味はい。かな。はい。うん、うん。ああ、そうなんですね。あの、結構中華系の人って、縁起を大事にしますよね。これは縁起がいいはい、そうからですね。いいよとか、これは縁起が悪いからはい。しないはいはい方がいいっはい。てね。そうですね。うあとん。は赤色も大事な色なんですね。ケンああ、さんも多分よくわかるんですね。台湾はもうたくさん赤い飾り、はい、赤い飾り。はい、うん。たくさんあるんですね。うたくさんあん、ります。街を歩くとね、すごいですよ。はい。あとは食べ物、はい。特別な食べ物があるうん、んですけど、うん、うん。ユーシェンって言うんですけど、それ、ユーシェン、それもしかして魚ですか？そうです。ああえ、知ってますか？ちょっとだけわかります。はいはい。はい。生魚とか野菜も入ってて、うん。大皿に盛り付け、うん。はい、みんな家族でお箸を使って、うん、かき混ぜながら、かき混ぜるなんか、はい、うん。あの、はいはいはい。みんな一緒にかき混ぜながら、縁起がいい言葉、フレーズをうんうん、叫ぶんです。あ、あ、そうなんですはい。か。え面白いですね。そう。
そのフレーズは全部中国語で言うんですね。でも私の家族はあんまり中国語がうまくないので、いつも先に、携帯電話でフレーズをちょっと調べて、携帯電話を見ながら言います。へえ、そうですか。みんなそれを食べますか？そうですね。みんな食べます。味は美味しくないんですけど。味は美味しくない。私にとっては美味しくないです。それを好きな友達もいるんですけど。はい。そうですか。で、ジャーミンさんは2022年、ね、来年、何をしたいですか？なんか目標とかありますか？そうですね。まだ、決めてないんですけど、もっと日本語を勉強したいんですね。そうですか。はい。いいですね。今、最近は、1週間に、どのぐらい日本語のレッスンを取りますか？はい、この1週間は全然。全然そうですか。はい、はい。でも毎日、ポッドキャストを聞いたり、YouTube の動画を見てるぐらいですね。なるほどね。それもいい勉強になりますね。そうです。2022年は、自分の、日本語の、どのスキルを伸ばしたいですか？話すスキル、聞くスキル、書くとか。そうですね。やっぱり話すのは、はい、もっと、もっとペラペラに話せるようになりたいんですね。そうですか。じゃあ、目標は日本人みたいに話せる日本人ほど、それは無理なんですけど、まず言いたいことは全部自然に話せるようになりたいんですね。言えるようになりたい。はい。いつもたくさんのことを言いたかったのに、全然、言葉が出てこないので、はい。本当に疲れます。疲れますよね、その時。はいはい。わかりますよ。僕も、英語を勉強してて。そうですね。そういう時があります。これなんて言うんだっけって。はい、ケンさんはもちろん英語が上手なんですけど、中国語も話せるんですか？中国語は、話せないって言った方がいいですかね。すごい初心者です。簡単な質問とかはできるんですよ。これは何ですかとか、今何時ですかとか、そういう簡単な質問はできるんですけど、その後に台湾人が言う中国語が僕全然わからないので、初心者です。じゃあ私の気持ちはよくわかりますよね。もちろん。そうですね。僕はもうちょっと中国語を話せるようになりたいです。2022年は頑張ります。はい、じゃあ一緒に頑張りましょう。そうね、頑張りましょう。